ご視聴ありがとうございます。今回は簡単な道具の加工、スナップオン系のグリップを細く削りたいと思います。きっかけはこちらのドライバー。とても気に入っている道具ではあるのですが、自分の手にちょっと合わない場面があるのです。早回しするとしっくりこないんですよね。手の中で暴れたり回らないってことをたまに感じます。理由として重さというのはあると思うのですが、似たグリップがついたこちらの渋1のスイベルは今まで不満を感じたことがなかったので、グリップの形も原因の一つではと思ったんです。ラチェット用のグリップってドライバーに比べて細いんですよね。ってことで削ってみようとなったのですが、しかしこれなかなか良いお値段がするってのと、一般的な樹脂グリップと違い貫通タイプなのでミスるとちょっと面倒。まずは似たグリップでどんな具合か試すことにしてみました。使ったのがこちら、ウィリアムスのドライバー。ウィリアムスはスナップオンのグループ企業ですが、ドライバーにはそっくりな樹脂グリップが使われています。ロゴが違うくらいな印象で、目をつぶって渡されたら私は違いが分かりません。よく見ても遜色ないものと感じます。ヘアライン仕上げというのか、縦方向に細かな線が入っていまして、かっこいいグリップとなってます。で、このドライバー、Amazon で買うことができまして、うまくいけば1000円程度で売ってます。以前、動画のコメントで教えてもらって買っておいたのですが、スナップオンの樹脂グリップを買うよりも全然お得に買えちゃいますから、シャンク引っこ抜いてグリップ他で使うなんていう荒技もあるみたい。ドライバーとして見ても悪くはなさそう。メッキ仕様のシャンクはボルスター付き。これもスナップオンと同じかもって話もありました。スナップオンの隣のラインで作ってるとか、ウィリアムスのドライバーは嘘か誠か様々噂があるっすね。さて、やっていきましょう。熱で溶けるのが怖いので電動工具は使わず手作業で削っていきます。方向性としてはここ、くびれた部分の角を落としてみることにしました。私が早回しがしやすいと思うドライバーはどれもこの部分、指をかける部分が丸に近い形状だったためです。使ったのは坪さんのブライト900シリーズ。樹脂用のヤスリは持っていなかったのでこれを使ってみましたが、特に目詰まりしやすいなどは感じませんでした。まずは棒ヤスリで粗く成形していきます。切っては触って確認をして、他の角と落とし具合を比べます。軽く削れるので大変ではないですね。10分くらい淡々とこれを繰り返します。結果として八角形とも言えない、角の落ちた四角に落ち着きました。丸までしなくてもこれなら感触は悪くなさそう。削りすぎますと厄介ですし、ここから綺麗になるか確認のため一度仕上げに入ります。今度はペーパーで慣らしていきます。もともとのヘアラインの向きに合わせて150番から当てていきました。150番で水研ぎしただけで似た質感になりましたので、これで終わりにしています。一度400番までかけてみたんすけど、ツルツルになっちゃいました。ツルツルでもそれはそれで手なじみ良さそうで悩んだんですけど、オリジナルに似た状態にやり直しをしています。150番の水研ぎでもガシガシ削れますね。棒ヤスリ同様、こちらも作業は楽でした。研ぎ終わったのがこちら。この状態で握ってみて形の良し悪しを確認します。結果として全然改善はしてませんでした。早回ししようとすると手の中で暴れてしまいます。くびれが細くなったら今度はその後ろ側、太い部分の角が引っかかるようになってしまいまして、手の小さい私にとってくびれを削ったのは良くない方法だったかもしれません。今度はお腹部分を削っていきます。先ほどと削る場所が変わっただけでやっていることは同じ。サクサク切っていけたので手持ちでやっておりますが、バイスで挟んだりして固定した方が楽にできたかもしれません。また切ってみた雰囲気的にルーターにホイルペーパーみたいなのをつけてやっても速度低めならば溶け出しは少なそう。時短にはなりそうです。さて、成形が完了したのがこちら。形は随分良くなったと思います。早回しして暴れにくくなりましたし、力んで握り込んだ時にはしっかり面を手のひらで感じますので、変に滑っちゃうこともなさそう。
削った箇所は白っぽくなりました。まあ樹脂の宿命っちゃ宿命っすね。WD-40 とかで拭き上げますと多少目立たなくはなりますが、それでも境界ははっきりと分かりますし、パークリなどで脱脂しますと一気にしらけます。バーナーで炙って溶かそうとしたところ、このグリップクリアみたいなのが吹いてあるようで、しらっちゃけたところは改善せずに、削ってないところがさらにツヤツヤになっただけでして、余計目立つ結果となっちゃいました。最終的にアクリルラッカーのクリアを拭いてこんな具合、まあまあ綺麗になりました。削ったところよく見たらバレますが、個人的には気にならないレベルです。純正の状態と比較したのがこちらです。ネック周りがスリムになりました。こう見ると随分と細くなったっすね。しかしベストな形ではなさそうです。くびれ部分はもう少し太くても良かったかもってのと、あとは本当のお尻、この部分の角はもう少し落としても良いかも。まだ手に引っかかるような感じを受けることがあるのです。この辺はまた今度試してみたいっすね。クリアの耐久性なんかも見たいので、使用頻度高くなりそうなプラスを1本追加で買って、そちらも加工してみようと考えてます。しっくりくる、全て納得できるひな形ができたら、本番のシャンクドライバーを加工したいっすね。樹脂グリップの加工は簡単でした。サクサク樹脂は落ちますので、形を作っていくのは楽。特に難しいことをせずとも見た目も満足いくものとなりました。結局3回形はやり直したんですけど、作業時間はトータル1時間くらいでここまでできました。次やるときはもっと早くできそうですし、これならやる価値ありかなって感じ。スナップオンの樹脂グリップ、廃盤になると噂をされていまして、すでに新規での入手は難しくなってきているみたいです。今ある在庫限りになるかもって話を聞きました。ラチェット用の細いタイプをいくつか確保しておこうか悩んでいましたが、これだけ加工が簡単なのであれば、まだ手に入りやすいドライバー用を転用していくのもありかなと考えてます。また 3D プリンターでオリジナルの樹脂グリップ作ってみたりもこれから試してみたいですね。スナップオンが樹脂グリップやめてしまうとグリップで困る方々出てくると思うのです。これからもハードグリップを使い続ける手段、いろいろと試していきたいですね。スナップオン系の樹脂グリップ、使い込んだグリップのリフレッシュも兼ねて表面を削って整えたり形変えてみるのはいかがでしょうか。また初めての樹脂グリップ、リーズナブルなウィリアムスから入るというのもおすすめです。機会ございましたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!